皆さん、こんにちは。お元気ですか？日本語ポッドキャストのリサです。来週の13日、日本では成人式が行われます。成人式は大人になったことを祝うお祝いで、毎年1月の第2月曜日に開催されています。この日には女性は着物、男性は袴を着た姿を日本各地で見ることができます。ぜひこの日に日本にいる方は街に出て着物姿の若い日本人を探してみてください。今回は日本の着物や浴衣文化、私の成人式の経験、そして最近の成人式についてお話をしたいと思います。まず着物の起源についてですが、古代6世紀頃に中国や朝鮮から伝わった衣服の影響を受けて独自のスタイルが形成されてきたとされています。今の日本人が着物を着る機会は子供の七五三や成人式、大学の卒業式、結婚式などが主なものです。日本の伝統的なお茶やお花の稽古をしている方は着物を着る機会が多いですが、一般の女性は人生で4回から5回くらいしか着ないのが普通だと思います。それに着物には2つの難点があります。1つは保管方法が難しいことです。着物は高価で繊細な衣服のため、正しい保存方法や手入れが重要です。そのため、レンタルで借りることが一般的です。もう一つは、着物を一人で着ることがとても難しいということです。普通の女性は一人で着ることができないため、着付けをしてくれる人にお願いする必要があります。着付けとは、着物をきちんと着ることや、きちんと着せることを指します。美容室や着物屋さんなどで着付けをしてもらいます。簡単に着れるのは浴衣です。浴衣を着る機会はお祭りや花火大会、旅館に泊まった時などです。ただし、旅館では可愛い浴衣を着ることはできず、みんなと同じ柄の浴衣になります。旅館の館内では温泉に行ったり、ご飯を食べるときも浴衣でゆったりと過ごせます。お祭りや花火大会などでは気に入った浴衣をショッピングセンターで買って自分で着ることができます。お祭りや花火大会は夏に行われることが多いので、浴衣は夏に着るイメージがあります。子供ができてからはお祭りにわざわざ浴衣を着ることはなくなりましたが、昔を思い出してまた着たいなと思うこともあります。特に着物の中では振袖がとても素敵だと思います。振袖は結婚前の未婚の女性が着る着物で、袖が膝ぐらいまであります。柄もいろいろあってとても華やかです。私は振袖を結婚するまで何着着ても良いレンタル契約をしていたので、成人式以外にも卒業式の袴や友達の結婚式、誘われたお茶会に参加する際にも振袖を着ました。さて、私の成人式についてお話しします。ちょうど高校を卒業した大学2年生の時、20歳に成人式を迎えました。成人式の別日にきちんとした写真撮影を行うことを日本語で前撮りと言います。私も前撮りをして着物を着付けてもらい、髪型も可愛いスタイルにしてもらいました。そして20歳の女性として素敵な写真を撮ってもらいました。とても嬉しかったです。しかし、当日の成人式には少し嫌な思い出があります。
実は成人式の前の夜、喉が渇いてオレンジジュースをガブ飲みしたところ、朝起きたら顔がパンパンになってしまったのです。顔を洗ってもお化粧をしても顔の腫れが取れず、腫れたまま成人式に行くことになりました。しかも着付けと髪型のセットをしてもらったのですが、髪型が子供っぽくて気に入らなかったことを覚えています。久しぶりに会う友達にこの髪型と腫れた顔で会うのが嫌だなぁと思っていました。それでも中学校の友達や高校の友達に久しぶりに会って嬉しくて写真を撮ったり、たくさんおしゃべりしたりしました。私の住んでいた市の成人式はテーマパークで式典がありました。大勢の若者たちが私も含め久しぶりに会う友人と話したり写真を撮ったりしていました。そのため市長の話もあったはずですが、正直なところ市長の話については記憶がありません。成人式が終わると着物から私服に着替えて中学校の友人たちと宴会を開き、お酒を飲みました。結局顔は夜までパンパンのままでお酒を飲んでさらに赤くなった顔の写真が残っています。そんな感じで私の成人式の一日は終わりました。もっと大人っぽく綺麗な姿でみんなに会いたかったなぁと思っていたことを今でも覚えています。そして今の時代の成人式ですが、私の住んでいた北九州市の成人式は実は世界で有名になっているようです。北九州独自のスタイルでド派手なスタイルが20年以上ずっと流行っていました。毎年成人式になると全国ニュースで取り上げられ、これは着物ではないと眉を潜められ、非難を受けていました。しかし、毎年北九州市の成人式が全国ニュースで非難されることに恥ずかしさを感じていましたが、2023年には世界4大コレクションの一つ、ニューヨークファッションウィークに着物販売店みやびさんが招待され、ランウェイを彩ったというニュースが流れました。昨年から世論が変わり、世界に広まったド派手な着物を褒めているニュースを目にするようになり、北九州市のド派手な着物文化が注目されるようになりました。これからは毎年の成人式のニュースが楽しみだなぁと思っています。ぜひネットで北九州市成人式と検索してみてください。ド派手な着物を見ることができますよ。今では着物をモチーフにしたデザインの服やもっと気軽に着られるようなデザインの着物も流行しているそうです。もっと着物が日本人にとって身近なものになるといいなと思っています。皆さんは着物や浴衣を着たことがありますか？もしくは近くで見たことはありますか？コメント欄で教えてください。今日も聞いていただいてありがとうございました。これからも日本語を楽しく聞けるコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。皆さん、こんにちは。お元気ですか？日本語ポッドキャストのリサです。来週の13日、日本では成人式が行われます。成人式は大人になったことを祝うお祝いで、毎年1月の第2月曜日に開催されています。この日には女性は着物、男性は袴を着た姿を日本各地で見ることができます。ぜひこの日に日本にいる方は街に出て着物姿の若い日本人を探してみてください。
今回は日本の着物や浴衣文化、私の成人式の経験、そして最近の成人式についてお話をしたいと思います。まず着物の起源についてですが、古代6世紀頃に中国や朝鮮から伝わった衣服の影響を受けて独自のスタイルが形成されてきたとされています。今の日本人が着物を着る機会は子供の七五三や成人式、大学の卒業式、結婚式などが主なものです。日本の伝統的なお茶やお花の稽古をしている方は着物を着る機会が多いですが、一般の女性は人生で4回から5回くらいしか着ないのが普通だと思います。それに着物には2つの難点があります。1つは保管方法が難しいことです。着物は高価で繊細な衣服のため、正しい保存方法や手入れが重要です。そのため、レンタルで借りることが一般的です。もう一つは、着物を一人で着ることがとても難しいということです。普通の女性は一人で着ることができないため、着付けをしてくれる人にお願いする必要があります。着付けとは、着物をきちんと着ることや、きちんと着せることを指します。美容室や着物屋さんなどで着付けをしてもらいます。簡単に着れるのは浴衣です。浴衣を着る機会は、お祭りや花火大会、旅館に泊まった時などです。ただし、旅館では可愛い浴衣を着ることはできず、みんなと同じ柄の浴衣になります。旅館の館内では温泉に行ったり、ご飯を食べる時も浴衣でゆったりと過ごせます。お祭りや花火大会などでは気に入った浴衣をショッピングセンターで買って自分で着ることができます。お祭りや花火大会は夏に行われることが多いので、浴衣は夏に着るイメージがあります。子供ができてからはお祭りにわざわざ浴衣を着ることはなくなりましたが、昔を思い出してまた着たいなと思うこともあります。特に着物の中では振袖がとても素敵だと思います。振袖は結婚前の未婚の女性が着る着物で、袖が膝ぐらいまであります。柄もいろいろあってとても華やかです。私は振袖を結婚するまで何着着ても良いレンタル契約をしていたので、成人式以外にも卒業式の袴や友達の結婚式、誘われたお茶会に参加する際にも振袖を着ました。さて、私の成人式についてお話しします。ちょうど高校を卒業した大学2年生の時、20歳に成人式を迎えました。成人式の別日にきちんとした写真撮影を行うことを日本語で前撮りと言います。私も前撮りをして着物を着付けてもらい、髪型も可愛いスタイルにしてもらいました。そして20歳の女性として素敵な写真を撮ってもらいました。とても嬉しかったです。しかし、当日の成人式には少し嫌な思い出があります。実は成人式の前の夜、喉が渇いてオレンジジュースをガブ飲みしたところ、朝起きたら顔がパンパンになってしまったのです。顔を洗ってもお化粧をしても顔の腫れが取れず、腫れたまま成人式に行くことになりました。しかも着付けと髪型のセットをしてもらったのですが、髪型が子供っぽくて気に入らなかったことを覚えています。久しぶりに会う友達に、この髪型と腫れた顔で
会うのが嫌だなぁと思っていました。それでも中学校の友達や高校の友達に久しぶりに会って嬉しくて写真を撮ったり、たくさんおしゃべりしたりしました。私の住んでいた市の成人式はテーマパークで式典がありました。大勢の若者たちが私も含め久しぶりに会う友人と話したり写真を撮ったりしていました。そのため市長の話もあったはずですが、正直なところ市長の話については記憶がありません。成人式が終わると着物から私服に着替えて中学校の友人たちと宴会を開きお酒を飲みました。結局顔は夜までパンパンのままでお酒を飲んでさらに赤くなった顔の写真が残っています。そんな感じで私の成人式の一日は終わりました。もっと大人っぽく綺麗な姿でみんなに会いたかったなぁと思っていたことを今でも覚えています。そして今の時代の成人式ですが、私の住んでいた北九州市の成人式は実は世界で有名になっているようです。北九州独自のスタイルでド派手なスタイルが20年以上ずっと流行っていました。毎年成人式になると全国ニュースで取り上げられ、これは着物ではないと眉を潜められ、非難を受けていました。しかし、毎年北九州市の成人式が全国ニュースで非難されることに恥ずかしさを感じていましたが、2023年には世界4大コレクションの一つ、ニューヨークファッションウィークに着物販売店みやびさんが招待され、ランウェイを彩ったというニュースが流れました。昨年から世論が変わり、世界に広まったド派手な着物を褒めているニュースを目にするようになり、北九州市のド派手な着物文化が注目されるようになりました。これからは毎年の成人式のニュースが楽しみだなぁと思っています。ぜひネットで北九州市成人式と検索してみてください。ド派手な着物を見ることができますよ。今では着物をモチーフにしたデザインの服やもっと気軽に着られるようなデザインの着物も流行しているそうです。もっと着物が日本人にとって身近なものになるといいなと思っています。皆さんは着物や浴衣を着たことがありますか？もしくは近くで見たことはありますか？コメント欄で教えてください。今日も聞いていただいてありがとうございました。これからも日本語を楽しく聞けるコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。